おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。今回のテーマは、テスラが今何を仕掛けているのかという話です。ロボタクシー、サイバートラック、そしてマルチパス。これらのキーワードが実は一つの大きな戦略でつながり始めています。空港にロボタクシーを走らせるという計画。サイバートラックがワイヤレス充電をあえて搭載しない理由、非テスラの充電器でも使えるようになるマルチパスの衝撃。一見バラバラに見えるこれらの話題ですが、最終的にはテスラの狙いっていうところまで見えるように今日は作っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初にお伝えしたいのは、テスラがベイエリアの3つの空港に対して乗降場所の許可取得に向けた動きを始めているというニュースです。対象となっている空港はサンフランシスコ国際空港、サンノゼミネタ国際空港、そしてオークランド国際空港の3カ所です。現時点ではどの空港にも正式な申請はまだ出されていませんが、テスラの規制担当チームが各空港と連絡を取り、事前の相談や会議の調整を始めていると報じられています。空港にロボタクシーが出入りできるようになると、利用者にとっての利便性はもちろん、テスラのロボタクシー事業にとっても非常に大きな意味を持ちます。空港は人の流れが多く、かつ移動ニーズがはっきりしている場所です。ビジネス利用や観光利用など高単価のユーザーが集まりやすいため、ロボタクシーの実用化にとっては最高のステージと言えるでしょう。一方で、ライバル企業であるウェイモは、すでにサンノゼ空港において一部許可を取得し、従業員向けの試験運用を始めています。年内には一般向けサービスも展開予定とされています。つまりテスラとしては、この分野で出遅れたくないという強い思いがあるはずです。ちなみにこうした空港での営業を行うにはカリフォルニア州の公共事業委員会、いわゆる CPUC からの許可が必要になります。テスラは今年すでに限定的なライドサービスを提供するための許可、いわゆる TCP を取得済みですが、完全な自動運転による商用運行にはまだ別の認可が必要です。それでも今回の動きはテスラがロボタクシーの実用フェーズに本気で入ろうとしている証拠と見て良さそうじゃないかなと思います。では続いての話題に行きますけれども、続いてはそのロボタクシーに使われないことが確定したあの車種についてお話をしていきます。はい、ということで次に紹介するのはサイバートラックに関するちょっと意外なニュースです。海外メディアが報じた内容によると、テスラはサイバートラックにワイヤレス充電を搭載しないことを正式に認めたそうです。これはサイバートラックの開発エンジニアであるウェスさんの発言によるもので、彼はサイバートラックのように車高が高い車でのワイヤレス充電は馬鹿げているとまで言っています。実際にサイバートラックは最低でも約8インチ、つまり約20センチほどの最低地上高があり、ワイヤレス充電パッドとの距離が大きくなってしまうため、充電効率が大きく落ちてしまうそうです。そのため、もしこのギャップを埋めるとするならば、かなり厚みのある充電パッドを床に設置する必要があり、ガレージなど一般的な環境では現実的ではないと判断されたようです。実は以前のサービスマニュアルの中にサイバートラックに誘導充電ヘッダーが記載されていたため、一部では将来的にワイヤレス充電に対応するのではと期待されていました。ですが今回その可能性が正式に否定された形になります。ただしテスラがワイヤレス充電そのものを諦めたわけではありません。今後登場予定のサイバーキャブ、つまりロボタクシー専用の車両ではワイヤレス充電の搭載を予定しています。このサイバーキャブはサイバートラックよりもはるかに車高が低く設計されているため、ワイヤレス充電との相性も良くなります。ロボタクシーとしての運用では自動で停車し、自動で充電するというオペレーションが求められるため、むしろワイヤレス充電が非常に重要な要素になります。ちなみに先日お伝えしましたが、競合であるポルシェは2026年発売予定のカイエンエレクトリックで
11kW のワイヤレス充電をオプションで提供すると報じられています。テスラよりも一歩先に進んでいるようにも見えますが、用途や戦略が異なるため、単純な比較はできないかもしれません。しかし、ポルシェもワイヤレス充電というのを実装してきましたので、テスラも遅れを取るわけにはいかないので、近々の発表にも期待したいなと思います。では次に、オランダで始まったある新サービスが今後のテスラオーナーの充電体験を大きく変えるかもしれないという話題を紹介します。はい。では次の話題ですけれども、テスラオーナーの方にはかなり身近なテーマです。それが充電です。2025年9月、テスラはオランダでマルチパスという新しいサービスを開始しました。これはテスラのアプリやキーカードを使って非テスラの充電ステーションでもシームレスに充電ができるというものになります。例えば、今までは他社製品の充電器を使うには別のアプリを入れたり、アカウントを作ったり、支払い設定をしたりと結構面倒な手続きが必要でした。でも、マルチパスなら既存のテスラアカウント情報がそのまま使えるので面倒な操作は一切不要です。充電の開始、支払い、履歴の確認まで全てテスラのアプリ上で完結します。この発表によると、マルチパスの名称は映画フィフスエレメントに登場する万能 ID カードマルチパスに由来しているそうです。発表の中では誰もがアカウントや支払い情報を増やすのを嫌がる。だからこそマルチパスはテスラのシンプルさを保ちながら利便性を拡張するものだと説明されています。現時点でこのサービスが使えるのはオランダのみですが、テスラ側は反響が良ければ他の地域にも拡大するとしています。おそらくヨーロッパ全体、そして北米やアジアへの展開も視野に入っているのではないでしょうか。オーナーにとってのメリットは非常に大きく、特に自宅以外で充電する機会が多い方には、まさに充電の自由度が一気に広がる可能性があります。テスラの充電インフラというと、どうしてもスーパーチャージャーに目が行きがちですが、マルチパスの登場で日常の使いやすさも大きく変わっていく可能性も十分あると思います。はい。では最後に今日のこれらのニュースをどう捉えるべきなのか、そしてテスラが今何を目指しているのかっていうのを今日の内容の視点からまとめていきたいなと思います。はい。では今日はここまでロボタクシーの空港展開、サイバートラックのワイヤレス非対応、そしてマルチパスの導入について紹介しました。それぞれ個別のニュースに見えるかもしれませんが、実はこれらは一本の線でつながっています。まずテスラがロボタクシーで空港を狙っているという動き、これまでのように都市部の一部エリアではなく、人と交通が密集するハブへロボタクシーを入れていくことで、より現実的なビジネスとして成立させようとしている姿が見えてきます。次にサイバートラックですが、ここで注目すべきは非対応になったことそのものではなく、あえて外したという点です。大型でユーティリティ重視のサイバートラックはあくまで個人利用向け、その一方でロボタクシー専用に設計されたサイバーキャブにはワイヤレス充電を入れるという方針から別に機能を最適化する戦略が感じ取れます。そしてマルチパス。これは明らかに充電インフラの支配力を広げる動きです。スーパーチャージャー以外のネットワークでもテスラユーザーがスムーズに充電できるようにすることでエコシステム全体の囲い込みを強化しています。この3つに共通しているのは、ユーザー体験の一貫性とフリート運用を前提としたインフラの構築です。個人所有からシェアリング、そして完全自動運転へと向かう中で、テスラは今まさに時代のモビリティの基盤っていうのを整え始めようとしているんじゃないかなと思います。では、これらの動きが僕たちテスラオーナーや投資家にとって何を意味するのか、最後に少しだけ僕自身の視点で締めくくっていきたいなと思いますけれども、今のテスラっていうのは大きな転換点に立っています。ロボタクシーでの空港の展開、サイバートラックの機能の最適化、そしてマルチパスによる充電体験の拡張、これらはすべてテスラが単なる EV メーカーから未来のモビリティプラットフォームへと進化しようとしていることを示しています。オーナーの方にとっては日常の使いやすさがどんどん広がっていく可能性があり、投資家の方にとってはビジネスモデルの多角化や収益基盤の強化として捉えることができるでしょう。皆さんは今回のテスラの動きどう感じられましたか？
ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇し、350ドルを回復して、現在353ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今は人生100年の時代と言われています。この人生100年時代において一番変わるのが働き方です。これまでは定年まで働いて、その後は老後で年金をもらいながら生活し、一生を終える。このようなスタイルでした。特に戦後からはそのスタイルが定着していて、今もほとんどの方はそのような働き方です。最近は定年延長だったり、再雇用など今までよりも少し長く働いて、その後老後という生活になっています。しかしこれからはその今までのライフスタイルが大きく変わります。具体的にどのように変わるのか、これはライフシフトという本に書かれているんですが、僕はそれを読んで絶対にこのような世界に変わるなと確信しています。これはどういったことなのかと言いますと、簡単に言うと人生のステージに合わせて働き方を変えて、いろいろな仕事を人生を通じてやっていく。特に定年とかそういったものはなく、働けるうちは働くというスタイルです。この働くという行動ですが、もう働きたくないよって思う方もいると思いますが、そういう方はきっと自分がやりたい、これは楽しいと思う仕事をしてこなかったんじゃないかなって思います。僕が知っている70歳以上でもバリバリ働いている人は、仕事が楽しい、こんな楽しいことをやめるのは無理という感じで働かれています。僕の父も現在70代ですが、めちゃくちゃ元気です。なので今後は70代、80代となっても働く人は増えると思います。そうなった時にどう働くといいのか、これがわからないって方が今後増えるんじゃないかなと思います。知り合いで70代の方は今シニア向けの働き方というテーマで活動されている方もいますが、その方はシニアの方たち向けのセカンドライフのあり方として伝えています。この活動は素晴らしいなと思い、僕ももっと前の段階、20代から50代ぐらいの方を対象に、これからの働き方というのを伝えていきたいなと思い、オンラインサロンを開始しました。このサロンでは、まずは絶対的にマインドを整えること、そしてその人に合った働き方を提案させてもらっています。ぜひ副業としても学んでもらって、稼ぐっていうことをしたいって方は参加されてみてください。いくつか案は用意しております。このように僕は割とマーケティング、特にフロント部分のマーケティングが得意なので、ここを使ったその人に合ったビジネスっていうのを提供しています。現時点ではサラリーマンという方も多いと思いますが、サラリーマン生活の後でどういった仕事をしたいのか、これを身につけるためのサロンです。ということで長くなりましたけれども、興味のある方は今週いっぱい受け付けています。今日しか今月は告知しないので、興味のある方は公式 LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、新規募集も3名までとさせてもらっています。最初はヒアリングなどをさせてもらいながら、今後の方向性などを一緒に構築していきますので、僕のキャパの関係で3名までとしています。それ以上はたとえ今週中であってもお断りさせてもらっていますので、興味のある方は早めに連絡をしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで長くなりましたが、僕のサロンは今月は今週の土曜日までの3日間募集で、先着3名が来た時点で今月は閉じます。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。